この動画では、九州大学のマイクロソフト365で必須化される MFA 多要素認証について説明します。多要素認証は英語でマルチファクターオーセンティケーションといい、頭文字を取って MFA と呼ばれています。この動画では、今後は MFA という呼び方で統一して説明していきます。こちらの動画には英語字幕が存在します。ご希望の方は YouTube の字幕機能をご利用ください。This video also has English subtitles. If you wish to view them, please use YouTube subtitle feature. この動画でご紹介する内容は次の4つです。1つ目は MFA とは何か、そしてその必要性について。2つ目は旧大のマイクロソフト365において MFA が必須化することについて。3つ目は MFA 必須化による影響と必要な作業について。最後に MFA を設定する上で注意すべきポイントについてご説明します。まず MFA とは何か、そしてその必要性についてです。近年ではパスワードが漏れてしまい、アカウントが不正に使われるという被害が社会的な問題になっています。パスワードだけでは本人確認としては不十分で、悪意のある第三者によるアクセスを防ぐのは困難です。そこでセキュリティを強化するため MFA の導入が進んでいます。では MFA とは何でしょうか。 MFA は本人確認の方法を複数組み合わせることでより安全にログインできる仕組みのことを指します。例えばパスワードのように本人しか知らない情報に加えてスマートフォンなど本人が持っているもの、あるいは指紋や顔などの身体的な特徴を使って認証を行います。パスワードは知識にあたる要素ですが、それだけでは情報が漏れたときに不正利用を防ぐことができません。そこで知識以外の要素、つまり所持情報や生体情報といった本人にしか使えない情報を組み合わせることでセキュリティを強化するのが MFA の特徴です。本学でもフィッシングメールによってアカウント情報が漏れてしまったり、その情報を使って迷惑メールが送信されるといった情報インシデントが発生しています。最近ではこのような攻撃の手口がさらに巧妙化しており、情報セキュリティを強化する目的で MFA を必須化することになりました。こちらが MFA 必須化までのスケジュールです。本学の運用では2026年1月5日よりマイクロソフト365のサービスにおける MFA を必須とします。運用開始後は皆さんがご自分のタイミングで設定作業を行えるよう経過措置の期間を設け、その間はシステムによる制限は行いません。2026年9月1日以降はシステムにより MFA 設定が強制されるようになります。この期間内に必ず設定を完了してください。ここからは MFA の必須化により実際に影響を受けるサービスや必要な手続きについてご説明していきます。MFA の必須化によりマイクロソフト365のサービスでは追加の本人確認が求められるようになります。これは普段と異なる場所や端末からのサインインなど不正アクセスの可能性が高いと判断された場合に発生します。対象となるサービスは Word、Excel、PowerPoint、全額基本メール、OneDrive などのマイクロソフト365アプリです。必須化が始まる2026年1月以降は MFA で利用する本人確認の情報を登録し有効化する必要があります。登録の手順は専用のウェブサイトにまとめられていますので、画面右側の QR コードまたは概要欄のリンクからアクセスし、案内に沿って登録を進めてください。ここではスマートフォンの認証アプリを使った本人確認の例をご紹介します。
左の画像はログインしようとしている端末の画面、右の画像はスマートフォンの認証アプリの画面です。ログインしようとしている画面で認証番号が表示されるので、その番号をスマートフォンの認証アプリで入力し、認証を行ってください。最後に、MFA を設定する上で注意すべきポイントについてお話しします。MFA 設定時の注意点は次の3つです。1つ目は、設定作業をできるだけ平日の日中に行うこと。2つ目は、本人確認情報を必ず2つ以上登録すること。3つ目は、有効化作業を忘れずに行うことです。まず1点目ですが、MFA の初回登録や有効化の作業は、できるだけ平日の日中、午前9時から午後5時の間に行うようにしてください。この時間帯であれば、万が一問題が発生した場合でも、情報統括本部のサポートをすぐに受けることができます。次に2点目ですが、登録した端末が故障したり、紛失したりしてしまうと、本人確認ができなくなる可能性があります。そのような事態に備えて、スマートフォンの電話番号と職場のパソコンなど、異なる本人確認情報を2つ以上登録するようにしてください。最後に3つ目ですが、本人確認情報を登録しただけでは、MFA によるアカウント保護は有効になりません。登録後は、必ず有効化まで完了させてください。なお、経過措置期間後の2026年9月以降は、システムにより MFA が強制的に有効化されます。MFA 設定が未完了の場合は登録が必要となり、完了するまではサインインできなくなります。必ず経過措置の期間中に余裕を持って設定を行ってください。以上でこの動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。